ANA ね、あれ怒られると思うね。美女をはべらせんのよ。自民党の政治家が ANA が好きな理由がよくわかりますよね。民主党政権最大の功績は JAL を救済したことですよ。自民党がもう JAL なんか潰れてしまえと思っとったんよ、あの時。戦争が何か地震や台風のように望んでもないのに勝手に来るもんだというふうに認識している人が多いような気がするんですね。広島の原爆記念公園、平和記念公園にある原爆慰霊碑の中に、過ちは繰り返しませぬかと書いてるんです。昨日ね、帰りの飛行機が、欠航になったんですよ。なんで欠航になったんですかって、ちょっとツイッターにも書いたんですけど、俺がおかしいのと思ってんやけど、この案内が突然、さあ空港に行こうと思ってら来たの。ご搭乗予定のフライトは使用する飛行機の手配ができないため欠航となりましたのでお知らせいたしますって書いたのね。使用する飛行機の手配ができないため欠航となりましたのでお知らせいたします。で、この次のパラグラフなんだけど、振り替え便については再度ご連絡いたしますって書いてあるの。払い出しの場合も、次のご連絡が届くまでお待ちくださいって書いてあるわけ。で、これスクショに書いてある19時47分なのね。使用する飛行機の手配ができないって書いてあって、振り替え便については再度ご連絡いたしますって書いてあるから、もう体は空港向いて動き始めてるから、もうとりあえず空港行こうと思って、空港のカウンターで話聞こうと思って、いや、振り替え便って書いてあるからさ、ご使用の便はなくなったけども、振り替え便はあるかなと思ったわけよ。こんな時間に連絡来るから。ANA ですか NH 何便というのは欠航になりました。でも違う便を仕立てますってことなのかなと思ったわけ。この書き方飛ぶと思うでしょ。で、ご存知のようにANA も、ANA も神戸飛んでんの、JAL は飛んでないから ANA だけですけど、ANA の場合は伊丹も関空も神戸空港もこの3空港を大阪というくくりでマイルが全部一緒なんですよ。で、便のやりくりって普段からやってるから、この書きぶりやから、神戸空港に機体がないんやったら、この飛行機に乗る人のために、関空とか伊丹へバスで連れて行くとかやんのかなとか思ったわけ。で、バスで伊丹まで移動してもらいますとか、あとベイシャトルって言って神戸空港から関空まで蓮海に、走っと船があるんですよ。その船に詰め込んで関空が飛びますとか言うんかなと思って。行ったら、いや、欠航ですと。ほんなら欠航って書ききれよと思って。わざわざポーアイまで来たのにと思って。で、行ったら、いや、ないです。で、ここまで来てしもうたんやって言うたら、もうみんなそれに勘違いして、俺の周りの人は、あれね、俺日本語で商売してるから俺はそんなにクレーム入れへんかったけど、いかにも字書いたことないやろっておっさんこそ文句言うね。こんなん書き換えってたら分からへんやんけ言うて怒ってるおっさんだらけやったけど。いや、もうね、ANA 最近おかしいんですよ。最初から分かってんねやったら、諦めろ的なこと書いてくれたらええのに。ほんで、いや、分かった。ほんならもう、しゃあないから言うて。もう止まらなしゃあないって言って、どないすんのって言ったら、俺のフライトの実績とかね、見てね、太客やってことは分かったんでしょうけど、急に態度変えてさ、もう怒られ、疲れてたんやろな。やっと、普通の人来たと思ったら、ちょっとこっち来てくださいって言われて、脇寄せられて、なんか偉い人みたいな人が出てきて、ほいで、こうさせていただきますって言うて、今日やって昨日の夜の、神戸市内とポーアイの交通費と宿泊代と、次の日の伊丹まで、伊丹の飛行機しかないから、伊丹までの交通費は全部弊社が負担いたしますって言ってくれて、おう、ええがなと思って。上限はあるんですけど負担させていただきますと思って。で、もちろん飛行機も、買っていただく必要ないですと。このチケットがあるので、このチケットを明日の便と入れ替えるだけなんで、もうご負担はゼロでって言ってくれたから、もう、ええかな、しゃあないなと。もう当然やなと思って。と思って。これなんかいかにも俺だけ特別扱いみたいなことするからさ。いわゆるグランドスタッフじゃない、なんか、スーツのおじさんが来て俺に話するからさ。なんか俺だけ、過去のマイルの実績とか見て、この人太客やと思ってそうしてくれるのかなと思って。これ、僕だけなんですかって聞いて、いや、皆さんにそうさせていただいてますって。
いや、ほんなんやったら俺をなんでそっちへ連れて行って、偉いさんだけ太陽みたいなことすんねん。気分悪くなって。なんか俺だけごねてるみたいに見えるやん。俺が一番ごねてないのに。感じ悪いやん。俺他の客怒ったぐらいやねんから、並んどったんですよ、こうやってね。並んでようやく自分の番が来て行ったら、後ろのサラリーマンのおっさんが、ここでお待ちくださいってラインのとこにいても、前のめりで俺のそば来るから、下品下がれって怒ったんよ。他の客に怒るぐらいやで、俺。ANA の人になんか一言も大きな声出して、これどうすればいいんですかぐらいのことしか。俺今まで ANA に一回もクレームの電話なんかやったことない。でな、ANA にね、ちょっとおかしいなと思うのはね、どこの航空会社でもそうですし、僕が飛行機、東京大阪間の移動を飛行機に変えた理由の3分の1はそうなんですけど、要はさ、新幹線とほぼ値段変わらへんのよ、飛行機って。東京大阪の間のことを考えたら。ぶっちゃけ、サービスのクオリティとか、機材のチャチさとか考えたら、なんやったら神戸だけのこと考えたら、飛行機の方が安いのよ。買い方、その事前予約をだいぶ前にしとかなあかんとかいうのもあるけど、神戸のことだけ考えたら飛行機の方が安いんですよ。ほんまに。まあ、新神戸から、どこに住んではるかっていうのもあるけどね、神戸市内の。垂水の方とか、須磨の方とか住んではる人やったら、空港の方がええのかな。新幹線、灘区とかに住んでる人だったら新幹線の方が便利っていうのはあるかもわからんけども。で、値段変わらへんのね。ほぼ絶対飛行機の方が安いということはないんだけども、安いんですよ。時期とかにもよるけど。で、俺の場合、背低いから子供料金で、やがましはアホ。でね、それは変やけど、みんなその概念ないやんか。みんなその概念がないから、新幹線買っとるわけですよ。俺の場合、顔から油出てるから燃料サーチャージ、やかましょ、アホ。飛行機の方が安いんですよね。っていうのが、飛行機乗ってる理由の3分の1です。あともう一つの3分の1は、あれなの。新幹線でどんだけ乗ってもさ、航空会社でいうところのマイル的なポイント溜まっていかへんやん。ほんで、クレカのポイントしか溜まっていかへんやろ？ポイントないのよ。で、かつ、ANA も ANA も、どこの航空会社もそうですけど、マイルの他に、フリークエントリーフライヤーポイントってのあるやんか。ANA って何や言うんやな。プレミアムポイントとか言うんか。で、JAL やったらなんとかって言って、で、ユナイテッドだなんとかっていう、マイルとは別に、どれだけの距離を何回乗ったかっていう別のポイントがあるんですよ。で、それで、この人は、よう乗ってくれる客かどうかを見とるわけ。マイルだけやったら、いわゆるスーパーフライヤーズカードね。英語で言うとフリークエントリーフライヤー、FFP ってやつか。フライオンポイントが JAL で言うたら。で、あれで、太客かどうかを選ぶわけですよ。で、ラウンジが違ったりするわけね。で、違うラウンジがあったりするけど、全然便利な。例えば、俺は何とかして ANA のダイヤモンドになるのは、ANA のダイヤモンドラウンジは、シャワーブースがあるから、夏場の移動とか途中でシャワー浴びれるの最高に気持ちいいから、シャワーブースあるのええなとか思ったし、頑張って貯めよう思ってんねんけど、何が言いたいかというと、そんな新幹線絶対ないやん。で、しかも JR 東海さ、客のこと荷物や思ってるやろ。で、絶対客のこと荷物や思ってるよね、あいつらね。で、そういう扱いを受けても叱るべきみたいな人もたくさん乗ってるってのは事実だけれども、ほんまにね、客のことをね、なんかキャベツみたいに扱いよね、あいつら。段ボールに入ったキャベツみたいに扱いよね。意味わからへんなと思うのは、グリーン乗った時の車内販売を、モバイルオーダーせなあかんねんで、車内で。のぞみ何号、何号車、何番って。スマホで操作して。で、そんなグリーンなんか毎回乗られへんからさ、グリーンなんか飛行機より高いから取られへんかった時だけグリーン乗るんやけど、普通席乗ってもさ、普通席乗ったらもう車内販売なんか、もう呼ぼうが叫ぼうが全然けえへんしさ。車内販売ないんやで。ほんでゴミばっかり集めてくんねん。お前、なんも物売ってへんのになんでそんなゴミ集めに行くんねんって。ゴミいただきますってゴミばっかり集めに行くんねん。いや、だからモバイルオーダーという言葉を聞くと、あたかも便利なように思うかもわからんけども、
同じ金払ってんのに飛行機と新幹線、コーヒー飲みたいなと思う時にコーヒーくださいっていうリソースが違うやん。でもう細かい金出ていってるように見えて仕方がないのよ、新幹線見てると。で、特に新大阪の駅最低でしょ。あの広いコンコースに改札ない、コンコースにトイレ一箇所しかないねんで。ずっと言うてるけども、まあ、ええことではないけども、男性のトイレと女性のトイレがあったら、女性のトイレの方にだけ行列できてるっていうのはこれ良くないことだけども、わからいでもないけど、男性のトイレに行列できんねんで、ずっと。一箇所しかないから。なんかほんで、JR とかほんでなんかスペースあったら、今まであったトイレのとこ潰して売店にしよんねん。ほいで喫煙所も一箇所しかないから、喫煙所にも行列できてんねん。あれね、やばいよ、JR 東海。もうですからもう JR 東海が嫌やから、JR 東海が嫌やから俺はなるべく飛行機にしてんのよ。JR 東海と接点を持ちたくないの。ほんでなんかもう、さ、部分的に航空会社の真似してさ、なんか JR の出してる JCB のカードやったら JRE ポイント使うたりするやろ。意味わからへんなと思って。なんでほんで JCB やねん。お前ビザがマスターにしとけよと思うしよ。なんかもう、ところどころがその、ケチ臭いのがもう目に見えて貧乏映るわと思ってまうわけや。もう、気持ち悪いわこいつらと思うことばっかりやから、もう絶対嫌なのよ。そう、ほんであれよ、新大阪の駅の20番線、ムカつくしな。ずっとエスカレーター行けんのに、20番線行くとこだけ全部階段やねん。スーツケースごとごと言うてんねん。ほんでアホやから、みんなスーツケース持ってるやん。新幹線やから。ガタガタ言うやん。ほんな階段のあれがかけんねやろな。そのかけさせたらあかんために警備員雇っとんねん。スーツケースは持ち上げてお運びくださいって言わしとんねん。何してんのんこいつと思う。腹立つ。で、そういうもう腹立つことがもう目について仕方がないのよ。JR 東海はね。もう嫌や、もうこのアホ映ると思って。もう新幹線乗りたくないのよ。もうとりあえず。JR 東日本はまだまし。東北新幹線はまだまし。上越東北新幹線はまだまし。もうとりあえず東海道新幹線乗りたくないの。一番儲けてるくせに一番渋ちんやねんって。ほんで実際、新幹線たまに乗って神戸行くときに、新大阪で東海道新幹線終わりやから、そっから先は山陽新幹線になるやんか。まあ同じ新幹線やけど、博多まで行くけど、途中で乗組員が変わるのよ。で、新神戸の駅着いたら、これ普通の駅やんかと思うのよ。で、サービスも変わんねん。JR 東海がほんまにムカつくから嫌やねんけど、で、まあ何が言いたいかっていうと、それで飛行機に乗るようにしてるって、で、飛行機はまあ新幹線に比べてポイントも貯まるからええわと思って。で、俺カード全部解約してアメックスに一本化したから、アメックスのカードやったら、マイル、買い物の貯まったマイルのこの ANA やったら、普通の買い物で貯まったポイントをマイルに変えるの、もう、ええわ、思って。他のカードよりもええねん。まあ、だからもう ANA にしようと思ってんねんけどさ。JAL はそうでもないんやけど、ANA ね、あれ怒られると思うで。いわゆるダイヤモンドクラスの客に対してね、特に痛みがひどいんやけど、痛みに降りたらね、美女をはべらせんのよ。いや、マジで。いや、もう風俗みたいになってんねん。ダイヤモンドになった。まあ、ダイヤモンド、かつ、なんかダイヤモンドよりもさらに上のクラスがあって、まあ、その人たちだという噂を聞いたんだけど、遠いやん。飛行機降りてから。手荷物拾うとこまで行くの。ベルトコンベヤーのとこまで行くの遠いやろ。ね太客には近道を教えるというサービスがあるのよ。従業員しか通らへんとこ通って、途中なんやったら、バスみたいなのに乗せて、そんなんあんねん。それに該当するお客さんが乗ってる便で降りたら、待ってんのよ。美女が。で、俺歩くの早いから、降りたらね、前のファーストクラスの人追い抜いて、俺が先頭になる時がちょいちょいあんのよ。歩くの早いし、急いでるし。なんで急いでるかって、タバコ吸いたいからやねんけど。うわーって言ってるね。ほんだら、一番先頭に俺が歩いてきたら、俺やと勘違いして、もう、俺、キム・ジョンウンになったんかなと思うぐらい、って笑うてきはんのよ。で、俺じゃないです、みたいな感じになんねんけど。ほんまごっつい美女がおんのよ。
ほいでなんか、何々様、ご飛行はいかがで、フライトはいかがでございましたかみたいなこと言うて、なんかカバンとか持ったりとして、やってどっか行くわけ。ありがとうとか言うて、気持ち悪いわ。そのね、如実に性を売り物にしてる匂いがするのよ。JAL はそんなことないんやけど、ANA は、ほんまに如実になんか、はい、私どもは性を飽きのうておりますって匂いがするの。なので、太客の皆様のために、美しい女性をはべらさせていただいております、みたいな。もうキモいのよ、もうあれ見てるだけで。もうすぐ下品。なのでまあもうカードがアメックスやから ANA にするといろいろ経済的に合理的で安く乗れるので、仕方なく ANA 乗ってますけども、カードも今更切り替えるのめんどくさいから切り替えへんけど、もうほんまもう嫌やわ。羽田もそうですよ。羽田もそうです。帰りの便の羽田とかもそう。羽田ももう嫌や、もうほんまに。てか、太客に近道を通らせるというサービスがあってもええと思うよ。あなたは特別なお客様ですから、他のお客さんが10分かかるとこ5分で移動していただきますということがあるのはええと思うの、別に。そんなもん競争の一環やから。ただそれをさ、エスコートするのにさ、女の人でなければいけないという前提に立ってるのは気持ち悪いよね。しかも荷物持たせてんのに。そんな鍋倉とかチルさんみたいな人が来てもええわけやんか。むしろそっちの方がええやん。荷物持つんやし。上腕二頭筋がお中元のボンレスハムみたいになってるおっさんでええやん。お疲れ様でした。荷物運びますさー、言うて。カーン持って。ドーン投げて。なんやったらその太客のここ持ってビーって。歩かんでよろしゃっしゃろ、言うて。それでもええはずやん。で、まあ、歴史的な経緯、それこそもう佐藤栄作の時代からの歴史的な経緯ですけども、アメリカのせいっていうのもあるんですけども、自民党の政治家が ANA が好きな理由がよくわかりますよね。まあ、自民党が ANA をひいきにするという理由は、ちょっとまあ複雑な経緯があるんですけど、だから民主党政権の直前に、まあ麻生政権の末期に JAL が経営破綻した時にも自民党は掘ってたんですよ。別にどうでもええって。みんな忘れてるかもわからんけども、民主党政権最大の功績は JAL を救済したことですよ。自民党がもう JAL なんか潰れてしまえと思っとったんや、あの時。あんまり褒めたくないけど、あの時に前原さんがだいぶ頑張ったんですよ。頑張ったのは前原さんの川内博です。あの時の自民党なんか、別にいいじゃないの、すべて ANA になれば、言うて。いや、だから、あのまま前原さんがやってたら、JAL も死んでたかもわけど、前原さんは途中で手引いたんよ。川内さんが来たから。川内さんがやってくれる。だと川内さんがやったから大丈夫やって。あのまま前原さんがやってたら、JAL は死んでたかもわからんけども、途中で引いたの。で、引いたのはなぜかというとね、稲森さんが前原さんの支持者なんで、もうちょうど良かったんですけど、で、稲森さん連れてきたっていうところで終わったんですよ。前原さんの仕事は。その後稲森さんと二人三脚で政府と再建委員会とで両方やったのが川内さんです。川内博すごいんです。あのまま、そやから川内さんおらへんかったら、稲森さんと前原さんの二人三脚になってて、きっと JAL は死んでたに違いない。でも、そやからもう今はもう、あれですよ、前原さん維新にいてはるんで、もう将来安泰やな思ってるんですけどね。ほんでまあ結局再建してみんな株買うて株売ったからみんな国も出資者も京セラもどこもかもみんな、儲かったという話にまあちょっと労働組合はね怒ってて当然やし労働組合はちゃんと労働組合の要求を JAL は聞いてあげてほしいと思うけどほらおったよ片岡千恵蔵の息子社長当時 JAL の社長片岡千恵蔵の息子やったんですよ。今会長してますけどあの人おもろいね。若い時そうでもなかったのに、年取れば取るほど片岡千恵蔵に似てくるね。どんどん片岡千恵蔵に似てくるね、あの人ね。もうほんま、植木さんね、植木さん。ほんま最近よう似てきた。まあその JAL と ANA の話をしてる前に、81年目の広島というタイトルで配信を始めているので、アホみたいに8時15分になったら黙祷するみたいなことはしたくないので早めに終わりしますが、まあ、今日俺長官チェックやろうと思ってもできひんやんって気づいたのは開始5分前なんだよ。そうや俺スマホスタンドスーツケースの中に入れて送ってしもてるってことに気づいたのが6時50分ぐらいやったんで、新聞は普通に読んでるんでこのままここでこうやってお見せするって形になるんですが、もし今日新聞をお買い上げになるんであれば
読売新聞をお勧めします。なぜか、8月6日ですから、どの新聞も広島の原爆記のことに触れています。そして、どの新聞も、被爆者の方の、体験談を載せておられます。例えば神戸新聞なんですけど、まあ、そういう人もいらっしゃるっていうか、いらっしゃって当然で不思議でも何でもないんですが、今日の神戸新聞の最終面、この女性です。原爆と震災、町の崩壊2度見た84歳ということで、子供の時に広島で被爆して、その後結婚して、垂水に住んでて、阪神淡路も経験したという女性です。で、よう考えたらですよ。この方84歳なんですが、30年前ですからね、その時は54歳やったわけですよ。でしょ？で、その50年前ですから4歳なんで、そういう方がたくさんおられても不思議じゃないんですよね。そういう方いらっしゃって当然なんです。で、まあ、この彼女は、まあ子供が独立した後、被爆してね、家族全員助かったんだけど、周りで大人がどんどん死んでいくのを見て、学校行くのが怖くなったんだって。学校行ってる間にお父さんお母さんが死んだらどうしようと思って。で、1年間不登校になったらしいの。その時の担任の先生が理解のある先生で、だったら学校に来なくていいから絵日記をずっとつけてればいいよという時に絵を覚えたらしいのね。絵との出会いはそこで。ほんで、大人になってちゃんと油彩画の先生について教えてもらったりして、今油彩画を描いてらっしゃるんですが、その人が、まあ、原爆ドームをテーマにした絵を描いて広島市に寄贈したというお話が載ってました。で、というようなことが、各新聞に載ってます。で、今さっきコメント欄に流れたと思いますが、阪神淡路大震災は僕らのライフタイムイベントなので、阪神淡路大震災とはトラジックなイベントとして記憶に残っている人はたくさんいると思いますが、よく考えたらあれもう30年前なんですね。30年前っていうことは戦争終わってから50年しか経ってないわけですよ。ということは30年前のあの日、淡路、阪神間というかまあ、須磨もあれば阪神間じゃないですか。もっと、姫路から、という兵庫県の瀬戸内海側が中心に、被災した阪神淡路大震災、淡路島、それからまあ、阿古姫路から尼崎までの被災地一帯におられる方の中には、あのタイミングでは戦争終わって50年しか経ってなかったわけですから、神戸大空襲を覚えてる人、で、なんやったら、戦争の前の阪神大水害を覚えてる人ってのはたくさんいらっしゃったはずです。で、さらに言うと、尼崎から大阪の大正区にかけてのあの一帯というのは、地元の人やったら知ってると思いますけども、濃厚な奄美琉球コミュニティが形成されてますな。地元に子供の時から住んでる尼崎の東側から沿岸渡って弁天町を越えて、芦原橋ぐらいのところぐらいまでのこの三日月地帯は濃厚に奄美琉球コミュニティがありますね。で、それがちょっと北に伸びていくと三田宝塚の方にも琉球コミュニティがある。あれは戦後の高度復興期に工場労働として出てこられた方も多いんですが、もっと言うと戦前戦中の挑発の名残だったりするんですよね。という記憶の場所に阪神淡路大震災が襲ったんで、まあこういう方がいらっしゃってもそうなんで、まあそういう経験談がたくさん載ってるんですが、その経験談を色をつけず字の分ゼロで最も多数集めてたのは今年の場合は読売新聞でした。例えばまあ読売新聞の一面ですが、まあどこの記事でもそうだ、広島81年目の祈りということでこうやって出てるわけですが、読売新聞はこれにとどまらず、こういうことだけにとどまらず、真ん中の16面、17面、2面使って、被爆者のエピソードを鍵括弧のみで伝えてます。で、今年のテーマは、被爆体験だけではなくて、その前後、その後だけじゃなくて、その前後からあった複合差別について、読売新聞は言及しています。で、僕は8月6日に被爆の実相を伝えて、原爆の恐ろしさ、それから戦争という災禍の醜さ
恐ろしさ、怖さを被爆者の口をして語らしめるという重要な仕事はもちろんやりつつも、それをミニマムリクエアメントの底をやりつつ、さらに踏み込んで、複合差別について実体験された方から言及させているという、この読売新聞の判断に最大限のエールを送りたいと思います。もちろん広島だけじゃなくて長崎、もっと言うと沖縄。で、大阪も東京もそうなんですが、我が国は戦争の後始末をまだ仕切っていません。で、それは朝鮮半島や中国大陸及び東南アジア、南洋諸島の人々に対する侵略行為の検証と謝罪が足りていないというだけではなくて、空襲で亡くなった方々への補償。で、そしてもっと言うとなぜ空襲、原爆も含めて空襲で、原爆も含める空襲、それから沖縄の場合は地上戦。なぜあの人たちが死ななければいけなかったのかという検証もやれていません。検証していないんだから、同じ過ちを繰り返さないという約束はできないはずです。それが81年経った我が国の現実です。で、その時に僕が嫌だなと思うのは、これはよくする話なんですけれども、やっていない理由の一つが、日本人という言葉を使うべきなのかどうかはわかりませんけども、戦争が何か地震や台風のように望んでもないのに勝手に来るもんだというふうに認識している人が多いような気がするんですね。で、あたかも我が国が戦争の被害国になってるかのように思うんですよね。で、その傾向は戦争終わった直後からありました。僕はこの時に事例としてよく挙げるのは、小津安二郎の東京物語です。で、もちろん東京物語皆さんご覧になってると思いますが、山村壮の家行ってあかんくて、杉村春子の家行ってあかんくて、で、最後、実の息子、実の娘にのとこ行ってもあかんくて、東京で宿なしになってしもたところを、原節子は血繋がってないんで、義理の娘、息子の妻の原節子がお父さんお母さんって言って優しく接待してくれるという、あのシーンありますね。で、どこも贅沢なことはできひんけども、当時の言葉でいう職業婦人でなっている原節子、昭和28年。夏のことで昭和28年、原節子の家に行くわけです。で、そうすると原節子の家には、亡くなった亭主、東山千恵子と笠智衆の間の子供ですね、が映ってて、仏壇の中にいるんですね。で、仏壇にフォーカスが当たるんですよ。でもね、仏壇にある遺影はね、ピンボケしてるの。カメラは奥にある阿弥陀さんにフォーカス当たってんの。で、ただ、ぼんやりと次男は軍服着てるから、おそらく戦死しただろうなってことはわかるの。で、そこで、お父さんお母さんである笠智衆と東山千恵子は、もうあれから8年経ってるにもかかわらず、原節子がまだ、その帰らぬ夫のために仏前を清めて、灯明を上げ続けているという姿に感動を受けるんですね。で、その時に、東山千恵子が生きとったらいくつになるんじゃろうって言うたら、もう生きとらんだろう。あれから8年も経つんだもの。っていう振り返りだけで終わるんです。あのシーンは。で、それってさ、扱いとしてさ、地震で死んだ人、津波で死んだ人と変わらんのですよ。あの時に小津安二郎は明確に、僕はあの時にこれ小津安二郎の罪をなぜ言うかってと、小津安二郎は中国戦線で興奮しながら戦争加担してるんです。戦時中。だから日本の軍隊がどういう非道なことをやっていたかって自分の目で見てるはずなんです、小津安二郎は。にもかかわらず戦死者をあたかも不可抗力で死んだかのように、あそこで表現してるの。あれは僕の小津の害悪やと思う。どうしてもやむを得ない死であったというふうにしか処理してないわけですよ。で、自分で中国戦線を歩いて見ているはずの小津安二郎でさえ、戦争終わったわずか8年後の東京の物語でそうだった。あれから80年経って、さらにその傾向は伝わってるんですね。昔はおるはずがなかった、靖国の英霊とか言うてれば右翼だと思ってる安直なやつが増えたというのも、それも事実ですね。昔あんなやつおらんかったんですよ、30年ぐらい前まで。アホのくせに軍服着て靖国神社行きたがるようなやつとかおらんかったんです、昔は。どんどんそういうやつが増えてくる。で、それ逃げてるだけなんですよね。だとすると僕が今日の話のして落ちとして言いたかったのはここです。広島の
原爆記念公園、平和記念公園にある原爆慰霊碑の中に、過ちは繰り返しませぬかと書いてるんです。でそれを見てね、なんで自分たちが反省しなければいけないんだという輩が増えてくるようであれば、我が国はもう終わりですよ。過ちは繰り返しませぬかなと言って、あそこに眠る何万の御霊に僕たちが約束していることは一体何なのかっていうことを、ぜひ考え直してもらいたいです。確かに原爆を落としたのは B29 エノラゲイです。落下ボタンを押したのもアメリカ人ならば、落としてこいと命令したのもアメリカ人です。しかし落とす機運を作った、落とすという行為を起こすところまでの道路を整備したのは我々です。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。